最近、日本と中国の間で外交問題が発生しているね。そうだな。ニュースやネットにはいろいろな情報が溢れている。中国が嫌いな日本人も増えているだろその逆もしかりだね。う。ただ、好き嫌いを問わず、日本は中国と関わらないわけにはいかない。永遠の隣国だからな。地理的に近いだけでなく、文化的にも関係は深い。そこで言いたいのは、中国の歴史を通じて、中国の考え方や行動を理解する重要性だ。中国嫌いの人にとっても、嫌いな相手を正確に理解する力は、自分自身の武器になるだろう。中国に問題があると思う人は、中国史を知ることでその問題点の電流をより深く分析することができるだろう。マスコミやネットの情報にいちいち感情を動かされることなく、一歩高い視点から事象を俯瞰できるようになるな。ということで、このチャンネルでは、現代中国を理解するヒントになるかもしれない歴史上の出来事なんかも時々紹介していきたいと思う。これはその第1回だ。中国史を紐解くと、一罰百回という考え方がしばしば登場する。一人を厳しく罰して、100人に戒めとする。この手法は、古代から現代まで、中国社会で繰り返し用いられている。今回は、その象徴となる2つの有名な逸話を紹介するぜ。春秋時代、呉王公虜は、軍事の天才、孫武を招いた。孫子の兵法の著者だね。呉王公虜は、孫武の才能を確かめるため、高級の女性180人に軍事訓練をせよと命じたんだ。高級の女性に訓練、呉王公領も面白半分でやってんじゃないの。そうかもな。孫武は女性たちを2体に分け、呉王が特に寵愛する2人を隊長に任命した。孫武は女性たちに命令した。私が前と言ったら自分の胸を、右と言ったら右手を、左と言ったら左手を、後ろと言ったら背中の方を見よ。はい。さらに孫武は軍令を何度も説明した。軍令って何？将の命令に背いたら死刑ってやつだな。そしてその上で太鼓を折って左と命令したが、女性たちは大笑いした。孫武は命令が実施されないのを説明が足りなかった自分の責任であると言い、改めて軍令を何度も説明した。だが次の号令でも女性たちは大笑いした。そこで孫武は言った。軍令が明瞭でなく号令が徹底しないのは将の罪である。しかし軍令が明瞭なのに号令が徹底しないのは隊長の罪である。そして呉王が愛した2人の長期をその場で処刑しようとした。呉王は慌てて使者を送り、その2人だけは許してくれと命じたが、孫武は言った。将たる者は軍中にある限り王の命令と令度も聞かないことがあるのです。こうして孫武は隊長2人を切って見せしめとした。訓練はその後一糸乱れぬ動きで進み、孫武は呉王にその成果を示した。これが一罰百回なんだね。次の舞台は三国志の時代、呉の武将呂蒙が慶州を制圧した時の話だ。慶州はもともと関羽が治めていたけど、関羽が義と戦っている隙に呂蒙が奪い取ったんだったね。呂蒙は軍に禁令を出し、住民の家に侵入したり物を要求したり強奪したりすることを固く禁じた。その様子に慶州の民衆は呉軍に恐れを感じるどころか、むしろ感服したという。だがここで一つの事件が起きる。呂蒙と同郷の兵士が民家の傘を勝手に奪ったのだ。命令違反じゃん。なんでそんなことをしたんだ？藩で管理している大事な鎧が一つあった。どうも雨でも降っていたらしく、彼は鎧が濡れないようにと思って傘をその鎧の覆いにしたんだ。自分のためじゃなくて公のために必要だと思ったからやったんだな。呂蒙からすれば地元の仲間、たかが傘一つだし、まあそれぐらいは口頭注意でいいんじゃないの。しかし呂蒙は言った。これは軍令を犯したもので、同郷の出身者であるからといって法を曲げることはできない。そして涙を流しながら彼を斬刑に処したんだ。このことがあって全軍は震え上がり、道に落ちているものも自分のものとするものがなくなった。慶州の人々が関羽をあっさり見捨てて呂蒙に喜んで従ったのは、こういう背景もあったんだね。中国は人口が多く、土地が大きく、人の価値観も多様だ。そんな社会では全員を一律に教育し、全員を細かく監視することは極めて困難だ。だからこそ一人に厳罰を下し、他の全員に戒めとするという方法が極めて効果的だった。それは軍隊だけでなく、政治、官僚組織、さらには社会規範の中にも深く浸透していった。現代の中国でも見せしめの懲戒処分、公開での違反摘発、交換への見せしめ逮捕など、同じ構造が繰り返されているよね。そう、一罰百回は中国という巨大な文明が長い歴史の中で育んだ当時の技術なのだ。これも現代の中国社会を理解するための一つの鍵だね。それでは今回はここまで。